こんにちは、クルーズバーベキューのドミニックです。日本にお住まいのバックヤードバーベキューファンの皆さん、私みたいにいつもテキサスのピットマスターたちの YouTube を見ながら羨ましいなって言ってるのではないでしょうか。日本は肉の値段も高い、コストコではブリスケットも売ってない、そもそもプライム級のブリスケットは輸入もされていない、それにちゃんとしたクォーターインチのオフセットグリルなんてどこにも売ってない。それに、薪を焚いたところで近所迷惑になっちゃうんで。でも日本に住んでる我々にも、彼らより有利な点が一つだけあります。それはこの本物の This is a Wagyu brisket, by the way. River Farms Wagyu brisket. Wagyu brisket. A Japanese A5 Wagyu brisket. 和牛ブリスケットです。実は和牛ブリスケットはテキサスのピットマスターたちも絶賛していまして、そちらでは本当に非現実的な価格で売ってるそうです。しかもそれってほとんどアメリカン和牛かオーストラリアの和牛のことで、先ほど、本物の和牛と言いましたが、この本物の和牛になると、もうこれはアメリカでは、レジェンド級です。幻級になってしまいます。で、私がよく見ている YouTuber であるマッドサイエンティストのジェレミーさんは、日本の和牛ブリスケットを$1000で買った動画を投稿したこともあります。日本ではちょっと調べれば、それの6分の1ぐらいの値段で手に入れることができます。Checkmate. 実際にこの和牛なんですけど、1キロあたりの値段って、輸入牛に比べてそんなに高くはないんですね。ただ、これは、11キロ。大きいやつで12キロ以上もありまして、輸入牛の場合は、7キロから8キロ。小さいのは5キロぐらいまであるんで、全体の値段を比べると結構高くなります。で、私が最近ちょっと調子に乗りすぎて、月1回の頻度でブリスケットをやってたんですけど、こういう調子でやってたら、和牛にいつかは手を出すかもしれないと考えながらもう発注をしてたんですよ。で、こちらはなんと石垣島からやってきた、黒毛和牛ブランド牛の三崎牛でございます。なんか石垣の熱帯の美しい海の香りがしそうな。で、1キロあたりの値段は、これはもしかすると、石垣の、三崎牛でスモークする世界初のブリスケットになるかもしれません。今日のトリミング作業のマッチングアイテムは、ノブクリークというケンタッキーのバーボンになります。アルコールが50度。で、もうほぼほぼ全部飲んじゃったんですけど、今日全部飲んだってわけではないです。もちろん。で、私はどっちかというと、バーボンよりはちょっとスモーキーなスカッチの方が好みなんで、今日はこれを1時間ぐらい、ペレットキューブを利用してコールドスモークをしました。もうなんていうか、この、木をそのまま食べてるような感じ。ウイスキーのスモークはほどほどにしておきましょう。この冷蔵の肉は血があんまり出てこないの本当にいいですね。で、トリミングをざっくり説明しますと、こちらはポイント、こちらはフラットで、ここをさっと切って、ここをこういう風に丸く切っていきます。で、あまり薄い部分は、後で焦げますので、本当に美味しく、調理できる部分だけを残しておきます。あと、このモハクは、今回は切っちゃいます。切って他に活用します。ちょっともったいないけど。で、こちらがもう、すごい大胆に切っちゃいますね。これは、ファットキャップっていうんですけど、これは、0.6 センチ残して、全部削っていきます。で、アメリカでよく言う、家庭用のトリミングじゃなくて、本当にレストランとか、コンペティション用の、そういうトリミングをしていきたいと思います。
ット側のマーブリングは本当に普通じゃないですね。半端ないです。ちょっとこの笑いしか出てこないんですけど、このフラット側って普通赤身なんですけど、こんなにマーブリングが入ってるんですよ。でこのトリミングした肉の部分は、1.4 キロで、こういうやつが3つぐらい出たんですけど、これ油です。全部油。エラー出ちゃった。これ2キロ以上っていうことか。一応このグリルで一番問題になるのが、この下のリフレクトプレートから上がってくる輻射熱です。その熱を防ぐために、この下の網と上の網の間をちょっと開けて、間にアルミニウムプレートとアルミニウムホイルを置きました。今110度設定なんですけど、こちら側は120度で、一番こっちの先は今よく見えないんですけど90度ぐらい。これが明日のゲームプランでございます。午後の1時ぐらいには、調理が全て終了するのではないかなと思います。で、1時から6時まではどうするかっていうと、オーブンで60度設定でレスティングをします。現在朝の9時なんですけど、こういう感じになってます。色は悪くないんですけど、温度はポイント側は70度の後半で、フラット側は、69度。いや、ビーフ太郎はめちゃくちゃ綺麗な感じでできましたね。It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting and I'll never let you go. Whoa. 肉の温度が95度ぐらいになったので、ここで終了させたいと思います。レスティングまで全て終わったので開けていきます。It's
that you go. Whoa. It's only you. No one compares to you, no. I'll keep fighting, and I'll never let you go. Whoa. めちゃくちゃ美味しいです。うわ진짜 맛있다. 정말 맛있다 이거. 자,ポイントのバーントエンドを試食してみます。ここめちゃくちゃ美味しいんですよ。これをダイスに切って食べるんですけど、こういう感じで。今日のマッチングアイテムはエスコドロホ、チレのシラーになります。これ本当に大昔に韓国で結構飲んでたワインだったんですけど、最近日本でも売ってるのを探しまして、飲み始めました。2000円台にしてはもうめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと思います。コスパが高いです。これが、バーントエンドです。めちゃくちゃ美味しいです。すんごい油が多くて、たくさん食べられないんですけど、どうせたくさん出ない部位なんで、ちょうどいいんじゃないかなと。で、こっちがフラットなんですけど、もうフラットには思えないぐらい、すごいオイリーな感じの味ですね。全くカサカサ感がないっていうか、さすが和牛って感じでしょうかね。では、ポイントは、これはもう美味しくて当たり前って感じです。すごい。これがただ柔らかいだけじゃなくて、中にあるコラーゲンが、この肉をすごいもちもち感のある肉に作ってくれるような感じです。これはもう、私の人生で一番美味しいブリスケットになるんじゃないかなと思います。これが石垣から来た、黒毛和牛の三崎牛のブリスケットをトリミングした肉で、作った、和牛ハンバーガーになります。